ポポズガーデンへようこそ。この庭ではあなたのためのリーディングをテーマにカードと向き合う時間をお届けしています。肩の力を抜いて誰かとおしゃべりするような気持ちでカードの声を受け取ってください。行き詰まりを感じているとき、言葉にならない思いが胸に残っているとき、誰かの言葉に触れるだけで心が動き出すことがあります。明日へ進むための言葉に出会えたなら、見える景色は変わってきます。この庭があなたの心を整える場所になれたら嬉しいです。さて、第1回目のテーマは、今ここがスタート地点、そして自分と仲良く暮らしていこうです。4月はいろんなことが動き出す季節。新しい環境、新しい習慣、土の中で眠っていたものが顔を出す時期でもあります。けれど季節は関係ありません。この動画を開いた今があなたのスタート地点です。この3枚は箱から取り出した時、私を選んでと呼びかけてきたカードたちです。柔らかさの中にどこか使命を感じる3枚、あなたに一番響く1枚を選んでください。迷った時はこちらの葉っぱからどうぞ。私が作った目印です。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今日は3つのテーマを順番に見ていきます。問いはすでに心の中で整えました。ここからカットとシャッフルを始めます。この時間は流れを少し早めます。このカードはまだめくりません。最後のお楽しみにしておきましょう。まずは1番さんのカードから。はじめに選ばれたのはエイブラハムのビルビーイングカードです。印象的な1枚ですね。ここに書いてある英語は、私は永遠の命。私は永遠の存在という意味です。カードにはエターナルという言葉が大きく書かれています。永遠の、不滅の、朽ちることのないもの、大きな力を感じさせる響きです。そしてカードに浮かぶ大いなる存在のようなシルエット、青空と花畑を抱き留めるような穏やかな表情をしています。私はそこにあなた自身の姿を見ました。人間離れした強さというよりも、美しくて揺るがない芯を持つ人。周りの人もあなたの落ち着いた強さに惹かれ、そばにいると安心します。そんな人柄がこのカードから伝わってきます。まずはウッドランドフェアリーテールタロットから。このカードに聞いたのは、あなたがこれまで歩いてきた道と今立っている場所。この3枚はここに来るまでのあなたを表しています。3枚のうち2枚は大アルカナ。ここに来るまでに人生の節目となる出来事があったようです。まず見ていくのは4番のカード、エンペラーです。このカードは皇帝の
新しい服、裸の王様のお話から来ています。仕立て屋が、この服は愚かな人には見えませんと言い、家来も国民も見えていないのに見えるふりをしてしまう。でも最後に一人の子供が声を上げます。皇帝、何も着てない。このイラストの子がその子供でしょうか。このカードから伝わってくるのは、決めたことをやり遂げる力、努力を積み重ねてきた姿、あなたなりの信念を持って進み、今立っている場所は見晴らしのいい場所。けれど、これまで外を見続けてきたからこそ、今は自分自身に目を向ける節目に来ているようです。その流れを受けて、もう一枚のダイアルカナを見ていきます。14番、テンペレンス、節制のカードです。このカードは魔法のおかゆ鍋というグリム童話がモチーフになっています。実は私、このカードを手にするまでこのお話を知りませんでした。魔法のお鍋は正しい言葉を使えばちょうどいい甘さのおかゆを作ってくれます。けれど、止める言葉を知らないとおかゆはあふれ、街中を満たしてしまう。行き過ぎないこと、程よいところで止めること、それを思い出させてくれる物語です。この節制のカードは先ほどのエンペラーと深く響き合っています。まっすぐ進んできたあなたへ、少し力を緩めてもいい、立ち止まってもいい、頑張りすぎていたこと、考えすぎていたこと、背負いすぎていたこと、そのことに気づき始めている。今立っているこの場所は本来のリズムを取り戻す地点、あなたらしい歩幅に戻るための大切な場所です。そしてこちらのカードはワンドの8です。モチーフはヘンゼルとグレーテル。今回は森に入る前の場面ではありません。もう森の中、小石はすでに落とされ、道はあなたの後ろに続いています。立ち止まって考え続ける時間はもう一区切り。今は流れが動き出す時。これまで整えてきたことが一気に前へ進み始める。思っているよりも早く状況が展開していくかもしれません。あなたはもう動き出しているのではなく、進んでいる。気づき、整え、そして流れに乗る。3枚はその段階を示しています。では次にこちらの3枚、スターチャイルドタロットです。このカードたちが教えてくれているのは、今歩き出した道がこれからどう広がっていくのか。はい、まずはダイアルカナ、パースペクティブ。タロットでいう吊るされた男、ハングドマンに対応しています。パースペクティブ、視点。流れはもう動き始めています。だからこそ大切になるのが、どう見るか。一旦足を止めるというよりも、動きの中で一呼吸置く。同じ道を歩いていても見える景色が変われば、
感じ方や選び方も変わります。外が変わる前にあなたの見え方が変わってゆく。今はその広がりの途中にいます。はい、そしてこちらのカード、クリスタルのナイトです。クリスタルはこのデッキでいうペンタクル、地に足のついたエネルギー。夢や理想だけで終わらせず、現実を一つ一つ形にしていく力。このナイトは派手に走り出すタイプではありません。誠実に目の前のことを積み重ねていく人。焦らなくていい、比べなくていい。あなたはあなたの歩幅で進める人。その強さがこのカードに現れています。はい、そしてこちらのカード、ナインオブカップです。タロットの中でも喜びと満足に満ちた一枚。願いが叶うこと、心が満ちていくこと。けれどそれは派手な成功というよりも、ここまで来られた、ちゃんとやってきた、そんな実感。これまでの経験や努力が今のあなたを支える土台になっている。その上に立ち、ほっと息をつく時間。葛藤の先にある安らぎの地点。この3枚を改めて重ねると、まず視点が変わること。立ち止まり、深呼吸をして、これまでとは違う角度から自分の道を見つめ直す。そしてその見え方のまま目の前の現実を重ねていく。焦らず比べず、あなたの歩幅で。そうして歩いた先に心が満ちる場所がある。ああ、これでよかったと自分にうなずける未来。今歩き出した道は急に大きく広がるのではなく、内側から満ちてゆく道。視点が変わり、現実を整え、やがて心が満ちる。3枚はその流れを映しています。ではここからあなたの道を照らしている光、ハイヤーセルフからのメッセージを受け取りましょう。ハイヤーセルフには様々な捉え方があります。魂の自分、肉体や感情を超えた自分。私は日々の中で小さくなってしまいがちな本当の自分だと思っています。そして一番の応援団のような存在。頑張っているあなたに、本当のあなたはどんな言葉をかけてくれるのでしょう。こちらはライトカード、光の伝言からの1枚。ピンクともイエローとも言える花のような輝き。光が柔らかく広がります。34番、進化、そして調和。あなたは宇宙のオーケストラの一員。誰かと同じ音を出さなくていい。誰かの楽器にならなくていい。あなたにはあなただけの音色があります。今誰かと比べてしまっているなら思い出してください。あなたの音はあなたがそのままでいるとき、
一番美しく響く。調和とは同じになることではなく、違いを受け入れること。ハイヤーセルフの光はあなたの中にある。そしてもう一枚、オラクル・オブ・ザ・セブン・エナジーからのハイヤーセルフの声、聞いていきましょう。19番、ウェイキング・ザ・ライオン。ライオンの目覚め。ライオンと聞くと強さや勇気を思い浮かべます。けれどこのカードが伝えているのは、無理に強くなることではありません。あなたの中にもともと眠っている力がある。不安があってもいい、迷いがあってもいい、それでもなお一歩を選ぼうとする意志、その勇気があなたの中のライオンを目覚めさせる。ハイヤーセルフは背中を強く押す存在ではなく、隣に立つ存在。怖さを消すのではなく、怖さごと抱えながら進む力。その力は今目を覚ましています。そして最後に真実の愛、オラクルカードからのメッセージです。じゃん。どんな感情も愛おしい。温かな言葉とイラスト。この人魚は高い波の中で何を守っているのでしょう。それはあなたの心。今あなたの中にある感情、嬉しさ、迷い、不安、嫉妬、どれも間違いではありません。感情に良い悪いはない。それはあなたを通り抜けていくエネルギー。抑え込まなくていい。なかったことにしなくていい。感じている自分をまずはあなたが認めること。調和のエネルギーはあなたの音でいいと伝え、ライオンのカードはその音で生きていいと示し、そしてこのカードはどんな音も否定しなくていいと包みます。強くなくていい、完璧でなくていい、揺れながらでも感じながらでも、それがあなた。ハイヤーセルフはあなたの感情ごと丸ごとあなたを愛しています。いかがでしたか？必要だと感じた言葉だけ胸に置いてください。今日のメッセージがあなたの今を軽くできたら嬉しいです。この庭はいつでも開いています。思い出した時にまた戻ってきてください。それではまたお目にかかれる日まで。ありがとうございました。今日は3つのテーマを順番に見ていきます。すでに問いは整えています。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。これはまだめくらずに一番最後に。それではここからリーディングです。では2番さん参りましょう。はじめに選ばれたのはエイブラハムの
ウィルビーイングカードです。エネルギーに満ちた一枚ですね。実はこの鳥との出会いが私がカードリーディングを始めたきっかけでした。そして今日この鳥があなたの前に現れました。英語の意味はすべて満ちている。足りないという感覚は思い込みに過ぎない。深いメッセージです。大きく書かれているアバンダンスは豊かさという意味。そしてこの鳥、口を開き声を響かせているあふれるエネルギー。私はそこにあなた自身の姿を見ました。あふれてくる言葉、自然に変われる笑顔、気づかないうちに誰かを笑顔にしてしまう存在感。それがあなたの豊かさ。大げさなものではなく、あなたらしい優しさが周りを温めていく、そんな豊かさがこのカードから感じられます。まずはフットランドフェアリーテールタロットから。このカードに聞いたのは、あなたがこれまで歩いてきた道と今立っている場所。この3枚はここに来るまでのあなたを映しています。3枚のうち2枚はダイアルカナ、そして1番さんと同じくここでもエンペラーが出ました。これまでの道のりにいくつかの節目があったようです。まず見ていくのは4番のカード、エンペラーです。このカードは皇帝の新しい服、そう、裸の王様です。賢い人にしか見えない服を仕立てます。そう言われ、周りは見えていないのに見えるふりをする。王様もまた立場を守るためにその場に合わせる。でも最後に一人の子供が言います。皇帝、何も着てない。このカードから伝わるのは、責任を背負う強さ、空気を読む力、立場を守る賢さ。あなたはその力を持って進んできた。だからここまで来られたけれど、今は少し自分の本音に目を向ける節目。見えているふりを手放し始めています。そしてこちらもダイアルカナ、ジャッジメント、審判のカードです。ハーメルンの笛吹き男、皇帝の後に審判。物語は次の段階へ進みます。審判は目覚め、呼び声、再生、そんな意味を持つカードです。ハーメルンの笛吹き男は笛の音で人々を導きます。音に従う者と耳を塞ぐ者。この物語が語るのは、本当の声に気づくこと。2番さんはこれまで空気を読み、立場を守り、責任を背負ってきました。ちゃんとやってきた。そして今どこかで音が鳴っている。本当の望み、もうやめたいこと、小さな違和感、それらを感じながらここまでたどり着きました。今立っているのは、本当の声を無視しないと決める場所。耳を塞がず自分の音に気づき始めた地点。そして次のカード、ワンドの3です。
未来への一歩、可能性の拡大、もう考えているだけの段階ではありません。肯定でちゃんとしてきた。審判で本当の声に気づいた。そしてワンドの3は、じゃあどう動く？今はその地点です。ヘンゼルとグレーテルの物語、森で試練を越え、知恵を使い、帰る道をつかんだお話ですね。2番さんもまた、ただ賢く立ち回っただけではない。ちゃんと試練をくぐってきた。不安もあった。孤独もあった。それでも歩き続けてきた。3枚を並べると、これまでの歩みがはっきりと見えてきます。責任を背負い、本当の声に気づき、どう動くか問い始めた。今立っているのは迷いが消えた場所ではなく、自分の意志で次の一歩を選ぼうとしている地点、それが今立っている場所。はい、では次にこちらの3枚、スターチャイルドタロットです。このカードたちが教えてくれているのは、今あなたが歩き出した道がこれからどんな風に広がっていくのか。まずはダイアルカナスターシード0番愚者にあたるカードですね。始まり、旅立ち、可能性。このカードを見たとき、まだ途中なんだなぁと感じました。今見えている世界だけが全てではない。あなたは経験を重ねながら自分の物語を旅している途中です。全てが分かっていなくても大丈夫。広がりは遠くへ飛ぶことではなく、今立っている場所から少しずつ進んでいくこと。道は歩きながら姿を現していくものです。今はその始まり。そして次のカード、カップの8です。背中を向けて歩き出していますね。手放し、次の段階へ向かうこと、本当の意味を探しに行く、そんなカードです。でも嫌いになったから離れるというわけではありません。感謝はある。でももうここではない。2番さんは大切にしてきたものを抱えながら、それでもその先へ進もうとしている。少し切なさもありますね。けれど悲しみではなく成長。もう戻らない。そう心に決めて、あなたは静かに歩き始めています。そして最後のカード、カップのナイトです。これはね、心の声に従って動く人のカード。理屈よりもときめきや直感を大切にする人。スターシートでまだ見ぬ可能性へと踏み出し、カップの8で大切だった場所に感謝をしながら次の段階へ向かった。その先にあるのがこのカップのナイト。何かを手放し新しい道へ進むと決めた後、ただ強くなるのではなく優しくなる。硬くなるのではなく心を開いていく。カップのナイトは
怖くてもそれでも愛を選ぶ、そんな姿にも見えます。これからの道は戦う旅ではなく、心で歩く旅。外へ大きく広がるというよりも、自分の気持ちを大切にしながら歩くほどに道が開けていく、そんな歩き方が2番さんの景色を変えていきます。はい、では未来へと進んでいくあなたに、ハイヤーセルフからメッセージをいただきましょう。ハイヤーセルフっていろんな定義がありますよね。魂レベルの自分と言われたり、肉体や感情を超えた存在と言われたり、でも私は自分の中で少し小さくなってしまった本当の自分、そして一番の応援団のような存在だと思っています。毎日笑顔で頑張っているあなたに、本当のあなたはどんな言葉をかけてくれるのでしょう。はい、こちらはライトカード光の伝言からの1枚です。温かなピンクの光。ハイヤーセルフからのメッセージは、大いなる愛。キーワードは感謝。これまでの道も迷ったことも手放したことも全部があったから今のあなたがいます。まずはありがとう、その一言を自分自身に向けてあげてください。あなたはもう愛の中にいます。足りないから愛されるのではなく、できたから愛されるのでもなく、今ここにいるというだけで、そのことをどうか忘れないでください。はい、そしてもう一枚のカード、オラクルオブザセブンエナジーからもハイヤーセルフの声聞かせてもらいましょう。出てきたのは7番アディープブレス、深呼吸という意味のカードです。テーマは内観、気づき、一旦立ち止まること。ここまで動く、決める、進むという流れでした。だからこそここで深呼吸。ハイヤーセルフが伝えているのは、急がなくていいということ。少し行き詰まった時、なんとなく気持ちが晴れない時、立ち止まっていい。一つ息を整える。それだけでまた歩き出せる。その静かな時間をどうか大切に。はい。では、真実の愛、オラクルカードからのメッセージです。出てきたのは、魂の願い。ここまでの道のりは遠回りではありませんでした。迷いも葛藤も決断もすべてがこの思いにたどり着くための時間。今あなたは準備が整ったからここに立っているのではなく、歩いてきたからここにいる。やらなければいけないことではなくて、どうしてもやりたいこと、頭で決めた使命ではなくて、心が震える方、
どうかその声を大切にしてあげてください。魂の願いはあなたの中にあります。今はその扉の目の前。このようなリーディングとなりました。いかがでしたでしょうか？必要だと感じた言葉だけ胸に置いてくださいね。今日のメッセージがあなたの今をほんの少しでも軽くできますように。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてくださいね。それではお目にかかれる日までありがとうございました。はい、カードは全部で9枚。聞きたいテーマは3つ。もう決めてありますので、先にカットとシャッフルをしていきます。この場面は早送りにさせてください。この1枚はとっておきの愛のメッセージ。最後のお楽しみにしておきましょう。それでは3番さん、リーディングを始めます。はじめに選ばれたカードはエイブラハムのウィルビーイングカードです。とっても温かな一枚ですね。英語の意味は、宇宙は私のすべての意図を受け止めるほど大きい。少し壮大に感じるかもしれません。でも静かで揺るぎない安心感も感じますね。カードにあるビッグという言葉、大きい、広がる、包み込む。このカードは遠慮しなくていい、そう伝えているようです。3番さんはとっても優しい人だからこそ、私が望んだら誰かの分が減るかもしれない、私だけ幸せになっていいのかな、そんな風にどこかでブレーキをかけてきたことがあるのではないでしょうか。でも宇宙は奪い合いではありません。あなたが望んでも誰も困らない。あなたが大きく幸せになることで、周りも安心して自分の望みを広げられる。このカードを選んだあなたは、お日様のように照らす人というよりも、器の大きい人、いてくれるだけで空気が和らぐ人。さまざまな経験を重ねながら、あなたの心は静かに広がっていきました。3番さん、あなたはもっと大きくていい。はい、こちらはウッドランドフェアリーテイルタロットです。このカードたちが教えてくれているのは、あなたがここまで歩いてきた道と今立っている場所。3枚とも大アルカナ。3番さんのこれまでの道のりは、大きな節目をいくつも乗り越えてきた時間だったのでしょう。まず最初のカード、8番ストレングス、力。モチーフはエンドウ豆の上に寝たお姫様。小さなエンドウ豆に気づける感性、それが本物の証でした。3番さんは他の人よりも小さな違和感に気づけてしまう人。空気の変化、誰かの本音、自分の心の揺れ、見ないふりが
できなかった。その感性は弱さではなく強さ。時に傷つきながらもその感性を守り続けてきた。それが3番さんのこれまでの道。戦って勝つ強さではなく、感じ取る力を守り続けた強さ。そして次も大アルカナ2番ハイプリステス女教皇です。モチーフは森の中の老女。森で迷った少女は導かれるように老女のもとへたどり着きます。そこで試されるのは素直さと優しさ。やがて魔法は解け、物語は静かに結ばれます。このカードが表すのは直感、内なる知恵、言葉にならない感覚。3番さんはただ感じやすい人なのではなく、感じたことを自分の中で育ててきた人。すぐに答えを出さなくてもいいとどこかで知っている人。ここまでの道は繊細さを守りながら静かに自分を育ててきた時間。そして今立っているのは外に答えを探す場所ではなく、内側の声を信じ始めている地点。焦らなくていい。その感覚を大切にしてください。そして3枚目14番テンペレンス節制です。モチーフはグリム童話甘いおかゆ。ちょうどよく作ること、行き過ぎないこと。この物語が伝えているのはバランスです。ここまでの流れを振り返ると、ストレングスで繊細さを手放さずに歩いてきた3番さん。女教皇で内側の声を信じ始めた3番さん。そして今、節制。もう無理をしなくていい。頑張ることも休むことも与えることも受け取ることも、どちらも否定せず混ぜ合わせながら進んでゆく。3枚とも大アルカナだった意味は、ここまでの時間が魂のテーマとして積み重なってきた証。今は戦わなくていい場所。自分のペースで調和を選べる時。では次にスターチャイルドタロットから3枚。教えてくれるのは、今歩き出した道がこれからどんな風に広がっていくのか。まずはワンドの2、選択と展望のカードです。不満から動くのではなく、ここからどこへ行こうかと未来を見渡している姿。3番さんは今闇雲に進むのではなく、行き先を思い描ける段階。繊細さを守り、内なる声を信じ、無理をしない調和を選べるようになった。だからこそ視界が開けている。ワンドの2は可能性がすでに目の前にあることを示すカード。他人の地図ではなく自分の地図で歩く。未来はまだ白紙。でもその白紙を前に、恐れよりもわずかな期待が芽生えている。今は自分の意志で
未来を描いている。そして次のカード、ワンドの10です。これは抱えすぎているカード。未来を見渡し、よし進もうと思った時、あれもやらなきゃ、これも責任がある、ちゃんとしなきゃ、自分で自分に重たい荷物を背負わせてしまうことってありませんか？3番さんは責任感が強い人、頼られると断れない、期待されると答えたくなる。だからこそ気づいたら一人で全部持とうとしてしまう。ワンドの2で未来を見始めた3番さん。でもワンドの10はそのまま全部は持っていかなくていいよと伝えています。また頑張りすぎる未来を選んでしまわないように。このカードはブレーキをかけているのかもしれません。手放せるものは手放していい、頼れるものは頼っていい。あなたが目指しているものは重たい成功ではなく、軽やかな拡大。次、カップの10が出てきてくれました。心が満ちるカードです。大きな成功というよりも、ほっとできる場所、安心して笑える時間、そういう種類の幸せ。3番さんはこれまで頑張って考えてたくさん歩いてきました。でもこれからは背負う幸せではなく、分かち合う幸せ。ちゃんと分かってくれる人、同じ景色を見てくれる人がいる。それは遠い理想ではなく、あなたが向かっている未来。無理をやめた時、あなたのままでいた時、温かなつながりは自然と生まれてゆく。ワンドの10で背負ってきた重さはもう手放していい。カップの10は重さを下ろした後の温かな時間。重さを知ったからこそその幸せがわかる。今は背負いすぎなくていい。幸せは静かにあなたの中へ広がっていきます。ではそんな未来へと進んでいくあなたに、ハイヤーセルフからメッセージを受け取ってみましょう。ハイヤーセルフには様々な解釈があります。私は少し小さくなってしまった本当の自分であり、一番の応援団のような存在だと感じています。毎日頑張っているあなたに、本当のあなたはどんな言葉をかけるでしょう。こちらはライトカード、光の伝言からの1枚。出てきたのは大いなる愛。キーワードは感謝。ここまでたくさん感じ、考え、抱えてきた時間、そのすべてが今のあなたを作っています。もう足りないものを探さなくていい。歩いてきた時間そのものが価値だから。遠回りも迷いも眠れなかった夜も、それを含めてここまで来たねと自分に向ける眼差し。
もしよければ心の中で自分にありがとうと言ってみてください。それだけで流れは和らぎます。この光が伝えているのは、あなたはもう愛の中にいるということ。そのことを忘れないでください。そしてもう一枚のカード、オラクル・オブ・ザ・セブン・エナジーからハイヤーセルフの声聞いてみましょう。33番、イヤーズ・ワイド・オープン。キーワードは真実を聞くこと。3番さん、あなたはこれまでたくさん感じてきた人です。空気の変化も相手の本音も自分の心の揺れも。でもこのカードが伝えているのは外ではなく自分の奥を聞いてということ。誰かの期待、世間の正解、こうあるべきという声、それらを一旦脇に置いて、あなたの内側にある小さくても確かな声に耳を向けてみてください。あなたにはもう感じる力がある。だから次は信じる番。答えを急がなくてもいい。ただ聞く。本当のあなたはちゃんと話しかけています。その声をどうか置いていかないで。はい、では最後です。真実の愛、オラクルカードからのメッセージ、とっておきの一枚めくってみましょう。出てきたのは一人の時間を過ごす。静かで柔らかなカードです。ここまで繊細さを抱きしめ、内側の声を信じ、調和を選び、満ちる未来へと向かってきた3番さん。その最後に来たのが一人の時間。これは孤独になりなさいという意味ではありません。まずは自分とちゃんと一緒にいてあげてということ。誰かの期待ではなく、私はどうしたい？その声を聞く時間。一人の時間は寂しさではなく愛を育てる時間。今3番さんは自分と仲直りできる段階にいます。その静かな時間の中で次の扉は自然に開いていきます。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。